景気の周期があるんですか。そういう時に逆張りするのが王道だと思うんですんで。今回がアップルさんが今19年目で年商38億円規模のその会社だと思うので、なんかそこに至るまでのどういう戦略を取ってきたのかとか、こういう目標で会社を運営していたとか、そのあたりをお伺いできればなと思います。私はですね、今39歳ですね。神奈川県川崎市出身で、12歳までしか学校に行ってませんでした。そこから不登校がありまして、14歳から週5、6日ですね、働く社会人になりました。で、それでたまたま最初のキャリアが小さい引っ越し会社で、今年のアルバイトを14歳から始めたという社会人のキャリアですね。学校なんか行ってるよりもずっと働いてる方が楽しかったですし、中学校も行かないでですね、高校受験すらもせず、働く道を選びました。18歳の時に小さい会社でしたけど、中間管理職とかやらせていただいて、その後、そのまま独立採算で引っ越し会社運営させていただいて、20歳ぐらいの時にその会社の事業部で年商 2.5 億ぐらいですかね、まで行ったんですけど、もろもろあり退職と。その後、1年間の約期間を経て、改めて21歳の時に自分でトラック1台、アパートの1部屋というところからアップルヒットセンターというのを起業しました。今はですね、拠点数が一応23拠点で、従業員数、アルバイトも含めてですけど、常時雇用で約1000人近く。正社員の平均年齢は30、トラックは大体200台ちょっとというような規模で、北は北海道、札幌から、南は九州、福岡まで、一応全国展開。大体今年間約6万件ぐらいご手掛けれます。一つ目はですね、創業時からちょうど3年ぐらいですかね。言うなれば第一ステージですけど、起業のきっかけはお金を稼がなきゃいけなかったんですよ。19で結婚して、20歳で第一子生まれて、そこまでは前職で稼げてたんですけど、自分としては納得できないことがあって辞めて、将来を考えるわけですよね。この先自分どうしていくんだと。子供もいるし、奥さんもいるし、養っていかなきゃいけないと。結論、学歴も別に資格を持つわけじゃないので、自分で起業するしかなかったんですよ、選択肢。子育てもあるんで、一定のお金稼がなきゃならないとなると、フルコミッションの営業をして頑張って売るか、受け取るけどグレーなことをするか、まっとうに働きたいとか、これから何かを手に職をつけるとか考えると、給与が低くなっちゃうんで、これの選択肢ぐらいしかなかったんですけど、全部微妙だったんですよね。フルコミッションの営業僕は好きじゃなかったんですよね。本当にいいもので、その人に必要だったら売りたいんですけど、必要でもないものにやっぱ売って自分のお金稼ぐってすごく嫌で。二つ目やっぱグレーなことも嫌な、人に言えない仕事したくなかったんで、やっぱり結局自分で起業するしかなくて、一回似たような経験してるので、起業という道を選択しましたと。養うために起業したんで、起業したらあっという間にその目標が達成されちゃったんですよ。やりだしたら目の前のこと一生懸命やっちゃうんで、みるみる数字も増えていくじゃないですか。最初1年目が売上7000万で、次1億5000万、次3億近くって、ポンポンポンってやればやった分だけ数字伸びて楽しいんですよ。で、この3年が創業期ですよね。これが第一ステージ。とにかくだから生活するために起業して、数字が伸びるが楽しくそのままやって、目的も目標も失った3年間。一言で言うと、目の前のことを一生懸命やり続けた結果で伸びてるだけなんで、社長と言いながらも最初はプレイングマネージャーなんで、しっかりサボらずに真面目に伸ばそうと思ったらできますよね。プレイヤーとして優秀だったら、一旦このぐらいまでは多分いけるんだと思うんですよね。サボらなければ。この3年目終わるぐらいの時に、やっぱ壁にぶち当たるんですね。30人の壁みたいな。この時に一つやったことは、目的目標を作ったわけですね。なので、ここから第2ステージ的な話でいくと、組織の基礎作りみたいな。組織っていうものを作る前に、組織の根幹となる理念、言い換えれば目的、企業の存在価値とか、ミッション、ビジョン、バリューみたいなものですね。これをこの時に作りました。ここで初めて僕は人生の目的目標、イコール会社の目的目標を作りました。とは言いながら、そんな簡単にできるものではないんで、3年目にその壁に当たって、4年目、5年目はシックハックしてるわけですよ。第2ステージに切り替わるターニングポイントとしては理念を作った目的目標の策定ですね。第2ステージは、一言で言うと文化形成期みたいな感じですかね。作った目的目標理念をもとに、会社はこれを目指している。会社はこうありたい。みたいなのを頑張ってました。文化形成期で理念浸透を頑張りながら、ここで仕組み化を少しずつ始めてますかね。一つはセンターコントロールって中で言ってますけど、いわばだから集中管理みたいな効率化ですよね。二つ目はそうですね、第2ステージの終わり頃に、NPSK。ずっと根本では理念の浸透、文化形成期。これはありとあらゆる社長の研修だったりとか、カルチャーブックみたいな作成だったりとか、朝礼だとか、理念を浸透させる施策をひたすらやると。片やセンターコントロールは今言った効率化。引っ越しの仕事って、例えば売上いくら上がったら利益が必ずいくら上がりますとか、じゃないんですよね。売上が上がっても下がっても、粗利がやることによって結構変動しちゃうので、ちゃんとコントロールしなきゃいけないんですよね。売上も上げながらちゃんと利益も出すために、センターコントロールが一番効率的なんですよ。それの仕組みを作る。社長の仕事ってじゃあ何なんだろう。ところどころで迷うじゃないですか。一つ目は人を動かすことだと。人を動かすってどういうことかっていうと、自分なりには理念とかフィロソフィーの浸透と、それぞれの仕事をする意味とか、目的を明確にすることなんだと。これを総称して人を動かすこと。火をつけるとかそういう感じですかね。二つ目は会社としての方向を示すこと。
そして決めるべきことを決めること。具体的に言うと、やることやらないことを決める。あと、方向をいつもコンパス持って確認する。あと、僕が決めることは、幹部の配置最適化。3つ目はやっぱりこれ総称して仕組み作り。ほとんど実務とか実際の仕事っていうのはもうこの3番なんですよね。仕組み作り。基本はビジネスモデルの構築とマニュアル化をひたすらやってた。並行して数値化もやってる。それの極みが NPS 系ですね。要はお客様の評価を数値化して、言い方変えたらスコアキーピングですけど、あとゲームフィケーションみたいな意味で、とにかく数値化をこの第2ステージはやった感じですね。次に第3ステージみたいな感じで、2015年から入ってきますけど、この辺から結構戦略的に考えるようになりました。きっかけとしては、僕今経営者の第 EO っていうのが入ってますけど、ここに入ったことがきっかけ一つ大きくあるかなと思ってまして、やっぱり頭にいい経営者というか、素晴らしい経営者と共に学ぶ中で、足りないものとか考えなくてはならないものっていうのはすごく考えて実行し始めた時期なのかなと思います。第3ステージとしては、目的と目標を作って理念とか作ると、こうやって仕組み化していくと、合う合わないというか、幹部に求めるものとか、育て方も変わってくるんですよね。最初で言うならば、いやで、とりあえずこれ頑張るぞ、おーっつってやってたような人が、理念とかは表面上はやっぱりそうですね、ってなるんだけど、ちょっとやっぱりこう、層が生まれてくるというか、理念浸透やればやるほど層が生まれてくるんですよ。理念研修とかいっぱいやってる中で、下から上がってきたメンバーが、あの人理念とそういないですかってやっぱなるんですね。その辺をいろいろ試したり、更迭したり、やめたり、そんなのをぐるぐるしながら、一旦落ち着いたのが2016年ぐらいです。この第3ステージは戦略構築 PDCA 企画で自分でやってますけど、一番はやっぱり DX ですよね。仕組み化の最大の表現方法としては DX だと。なので、僕から言えば仕組み化の一つ。そこに手法として DX が一番適切だったから、ひたすらこれを頑張ってると。二つ目は資金調達ですね。デッド戦略。もう一つは東京圏戦略って言ってるんですけど、リア戦略です。この大きく3つ。細かいのを含めるともっといっぱいあるんですけど、そういうふうにだからいろいろ考えながら、DX 戦略って結局オペレーション最適化のことをだと僕は思ってるんで、オペレーション化の最適化戦略。そして東京圏戦略は基本的にマーケティング戦略が一番大きかったんですよね。その辺をぐる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 回しながら、ひたすらやりましたね。星野リゾートの星野さんの本を読んだ時に、そうだなと思ったのは、経営の教科書は本でいっぱい溢れてると。本の通り実行していけばうまくいくみたいなのを見て、そうだなと思って、なんで愚直に経営の定石と言われるものを自分の中でやったっていうふうに言いました。だからよく言われる環境分析、市場の規模はどうだとか、テスト分析だとか、5コースだ、3C だみたいなのを自分なりに情報を集めて分析をして、例えば一つ強みの例で言うと、現状のやっぱりその CS パフォーマンスの高さだなとか、で IT 引っ越しテックって言ってますけど、DX だなとか、ウェブ完結の見積もり予約システムだなとか、差別化して強みにするために東京圏と価格だなみたいな。結論なんかそういう風になったんですよね。自分なりに振り返ると、先ほど言ったように DX 戦略、ネット戦略、東京圏戦略と3つ言いましたけど、厳密に言うと、オペレーション最適化とマーケティング、ここを結果が出たんだなと思うんですよ。組織戦略がベースにありますと、ここにやっぱ事業としてオペレーション最適化戦略とマーケティング戦略があって、これを要は差別化仕組み化みたいな、差別化戦略っていうのがマーケティング、仕組み化戦略っていうのはオペレーション最適化戦略で、それは DX だと。これはひたすらやったので、この2つが結果良かった。そんな風に捉えてもらえるんじゃないかなと思いますね。で、第4ステージ、これだからコロナですよね。コロナが来てやったことは逆張り、エリア開拓。コロナの前までは、先ほど言ったように東京圏戦略、他社との差別化のために、STP みたいな感じですよね。セグメンテーション、市場の細分化をして、ターゲティング、どのターゲットを狙うのかと、自社の位置を決めるんだと。コンペティションの大手は、単身から家族まで、全国北から南のどこまでありますよ、じゃないですか。で、小規模事業者は単身層で技術が少なくてやれるから、安ければ決まるから、中小でさえ行くわけですよね。でも、やっぱいろいろ分析してるうちに、レッドオーシャンの中のブルーオーシャンみたいな感覚で、東京って、いわゆるお一人様とかリンクス、これ増えてるよね。そういう層って引っ越し業者嫌いなんですよ。単価安いのに建物が2タワーとか、お客さんがうるさい、細かいとか、美味しくないお客様を売りにしようんですね。でも、あえて僕は、東京これからどうやって増えるよだし、こういう人たちが結構賃貸層に引っ越すんですよ。だから、あえてここ狙いに行こうと。東京圏お一人様といえばアップルだと言ってやろうと。それを愚直にコロナの前までやっていたんですけど、ここで一個問題というか入りまして、僕らは東京圏戦略の中で一つは、東京の拠点数だけうちが1位になっちゃうんじゃないかと思って。というのと、採用のメリットもあったんで、小粒な拠点を出し続けたんですよ。なんですけど、ちょっとコロナの前ぐらいから思ったのは、物件が見つからない。物流が活況で、ちっちゃい倉庫が軒並み大手とかに
借りられていって、僕らが欲しい適切なサイズ家賃の倉庫がなくなっていったんですよね。悩んでた時に、ちょうど大阪だけはですよ、昔から出店1個だけしてて、東京圏戦略やりながら大阪にはごめんって、こっち力いらんねえからなんとか祈ってくれやってたんですけど、東京でうまくいってることを大阪に戻していけんじゃないかと思って、大阪にちょっと2019年に力入れ始めたんですよ。東京から2社派遣して、で、拠点もボンボン作り出して、大阪やっぱり拠点作ったら作っただけ、ちょっとずつ伸びるんですよ。なるほど。コロナ怪しくなった時に、もう方針転換して、名古屋、福岡、札幌とか主要都市はゼロに行きゃ上がる。今まで培ってきたノウハウをやればよくて、不景気の周期やっぱあるんですか。リーマンショックで震災でですけど、不景気の時って僕は人取れるんですよ。そういう時に逆張りするのが王道だと思うんですので、一つは不景気に備えると攻められる。二つ目はやっぱりその出店してては家が上がっていくから、レッド戦略、レッド借りて、関東圏の拠点をそういう差別化戦略含めて出していって、ちょっと良くなってきたから大阪に行ったらええっつって、で、コロナ来た。ここなら勝負すんのと思って、方針転換して、全国でだったらコロナに逆張りして、2020年に名古屋、福岡、札幌のこの3個分けに行って、で、2021年も仙台や広島とか分けに行ってっていう、コロナが来てからの第4ステージは逆回りです。年ごとの違いで言えば、2020年から2021年の売上が過去一伸びたんですよね。その前に出してた東京の店舗と大阪の店舗と、その地方の店舗が合わさって、で、現在って感じですかね。そうです。コロナになって引っ越し自体は影響とかあったんですか？引っ越しの件数自体は。ありましたね。コロナの時に出した地方はゼロから始めてるんで、もちろん伸びますよね。大阪も伸ばしてる最中だったんで伸びました。僕らの一番メインの東京がちょっと食らいまして、1年以上は作体割れしてましたかね。今でも支店とかを増やされてるんですかね？ここ1、2年はやっぱりちょっと落ち着いちゃってますけど、次の準備に向けて致し方ないかなと思ってます。2024年問題に代表されるように、労働人口減少とか、採用危機感もそうですし、今までって結構お客様をどうしたら受注できるかみたいな流れが今度逆になってるんですよね。どうやったら働き手を確保するか、働き手を確保する仕事があるんだみたいな。まさに東京はそんな状況なんで。今までに比べて確保が難しくなってるっていう実感はあったりするんですかね？現場スタッフの採用は昔からやっぱちょっと難しい面もありましたけど、より露骨になってきてますよね。なるべくまとめると、先ほど言ったように、マーケティングで集客と受注っていうのがうまくいってることと、配車、オペレーション最適化ですよね。これが DX でうまくいってるっていう、振り返るとそうだと思うんですけど、数字的な目標はあるんでしょうけど、これからずっと言っていて、2034年に日本一の引っ越し会社になるっていうのを2009年の愛知ステージ終わるというのに決めてるんですよ。当時はやっぱ売上の目標を立っていて500億って言うんですね。当時1位が495億。ただ、一番やりたいことは別に売上でもなければ利益でもなくて、CS と ES で一番と。お客様の喜んでもらってなんぼだし、従業員も喜んでなんぼなんで、2030年に CS、ES で日本一になる。ただ、これってどう証明するんだっていう話があって、今でもぶっちゃけ CS は一番だと思うんですよ。ただ、大手に比べたら売上が全然ちっちゃい中で、規模のものに出された時に証明しづらいなと思ってまして、だから当初に決めた500億っていう目標を変えてなくて、年商500億ぐらいいって、CS と ES が本当に一番だから、もうこれは規模的にもそんな半分ないし、堂々と言っていいんじゃないかなという解釈をして、なので2034年に日本一の引っ越し会社、日本一とは CS、ES で一番だと、規模のイメージとしても500億あると、こういう状態を目指してずっとやってます。やっぱり引っ越しセンターは2034年に日本一の引っ越し会社になるということを目指して日々精進しております。売上500億っていう気のいい数字はありますけど、あくまでもやっぱり売上っていうのは一つの目安でエビデンスなので、僕らがどれだけお客様を喜ばせることができたのか、どれだけ従業員にいい会社だと本当の意味で思ってることができたのか、ただこれの結果数字でしかないと思っています。ぜひ日本一の引っ越し会社を共に作りたいと、そういうワクワクドキドキするようなチャレンジしてみたいと、もしくは人に喜んでもらいたいというような方いたら、ぜひいろいろホームページ等で採用情報等々発信してますので、ご興味あればご覧になっていただいて応募いただけると本当に嬉しいなと思います。ぜひ共に日本一を作る仲間になりたいなと思いますので、よろしくお願いします。また YouTube、このチャンネルも研修だったり事業のこと、社員との対談、様々な情報を発信しておりますので、ぜひ興味持ったらチャンネル登録をしてください。この動画にもぜひいいねをよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。